みそららどしそどれどしらしらそみ。お上手じゃないですか。口パクじゃねえか。まあそんなことはどうでもいいとして、今の曲は結構知っている人も多い有名な曲ですね。私もこの曲大好きです。確か曲の名前は木星です。人によってはジュピターという方が馴染みがあるかもしれませんね。そうでした。ジュピターっていう名前です。とっても壮大で素敵な曲ですよね。ところでこの曲って明らかに木星について表現した曲だと思うんですが、木星も曲みたいに壮大な感じの星なんでしょうか？おや、曲は知っていても星の方はあまり知らなかったのですね。じゃあ今回はある意味一番有名な惑星といえる木星について迫ってみましょうか。よろしくお願いします。とりあえず最初は歌がうまく歌えるように発声練習からですね。はじめみそらストッ全然違います。みそらみそらまだまだ木星は太陽に近い方から5番目の惑星になります。とうとう太陽系の惑星も残り半分になりましたね。引き続きよろしくお願いしますね。木星の大きさは地球の約11倍、重さは地球の約318倍となります。とっても大きい星なんですね。木星は太陽系の惑星の中で一番大きい星なんです。実は星が大きいという特徴は星の名前にも表れているんですよ。どういうことでしょう？先ほどお話しした中で出てきた通り、木星の英語名はジュピターというのですが、この名前はローマ神話の神々の王者であるユピテルに由来しています。木星がとても大きいから神々の王者の名前が付けられたということですか？その通りです。それに加えて木星は太陽、月、金星の次に明るい星であり、どっしりと落ち着いた輝きをしているんです。堂々としたその輝きも神々の王者ユピテルを連想させたと言われています。まさしく惑星の王って感じなんですね。かっこいいな。私も落ち着いた色になってみようかな。あなたは今のままがとっても素敵ですよ。とっても嬉しいです。さて話を続けますが、木星はこれまでご紹介してきた地球や火星などとはまた異なる特徴を持った星です。岩石でできた星ではないんでしたっけ？そうなんです。岩石でできた地球などとは異なり、木星は主にガスでできていることから、木星型惑星または巨大ガス惑星という分類がされています。同じ太陽系の惑星なのにこうも違うものなんですね。人間だって兄弟で全然見た目や性格が違ったりするでしょう。それと同じです。みんな違ってみんないいというやつですね。それにしても木星ってガスでできていたんですね。私、木星って最初は木でできているのかなって思ってました。確かに木星ってなんだ柿のボールみたいに見えますよね。木星の見た目については後でもう少し詳しく説明しますので少々お待ちくださいね。あとは木星にはたくさんの衛星があるというのも大きな特徴です。地球で言えば月がたくさんあるみたいなものですね。何個くらいあるんですか？報告されているすべての衛星の数を合わせると97個くらいになるようですよ。97。とんでもない数ですね。その中でも最初に発見された4つの衛星が特に有名であり、それぞれイオ、エウロパ、カリスト、ガニメデという名前がついています。衛星たちも個性豊かな見た目をしているんですね。これらはイタリアの天文学者であるガリレオ・ガリレイに発見されたため、ガリレオ衛星とも呼ばれていたりします。これらの衛星の特徴も気になりますね。今回は木星についての紹介になりますので、詳しくはまたの機会に語ることとしましょう。木星について何か気になることはありますか？一番気になるのはやっぱり表面の縞模様ですかね。どうして木星はあんな見た目をしているんでしょう？ではもう少し木星の見た目について踏み込んでみましょうか。さて木星の見た目についてお話ししていきますが、そもそもなんで木星には綺麗な縞模様があるんだと思います？なんかこういい感じになってるから。そりゃそうでしょう。実はその秘密は木星が回る速さにあるんですよ。木星が回る速さ？地球は24時間ほどで1回ぐるっと回りますが、木星はなんと10時間ほどで1回回ってしまうんです。地球が1回回る間に木星は2回も回っているということですか？そういうことになります。先ほど木星は地球の約11倍ほどの大きさと言いましたが、地球より大きい星が地球より速いスピードでぐるぐると回り続けているわけです。そうなると木星のガスはめちゃくちゃ振り回されて横方向に流れていきます。それで綺麗に見えるあの縞模様ができるというわけですか？
その通りです。ちなみに木星の表面に吹く風は少なくとも1秒で100メートル以上進む速さだそうですよ。それってどれくらいすごいんですか？1時間で 360km 以上進む計算になりますから、新幹線よりもっともっと速いスピードですね。木星は星全体で暴風が吹き荒れる恐怖の星だったというわけですね。じゃあ木星に突入していろいろ調べるなんていうのは難しそうですね。地球とは違って星の表面に地面があるわけでもないですからね。だから木星についてはまだまだわからないことも多いんです。実はもう一つ気になっていたことがあるんですけど、木星の縞模様って茶色っぽいところと白っぽいところがあるじゃないですか。この色の違いって何なんでしょう？縞模様の色の違いは見えているガスの高さやガスを作っているものの違いによると言われています。茶色の部分は縞と呼ばれており、ガスが下に沈んでいるところです。一方、白色の部分は帯と呼ばれており、ガスが上に上ってきているところになります。へえ。ガスがいろんな動きをしているから木星にはあんな不思議な色や模様ができていたのか。余談ですが、木星の縞模様は場所によって逆方向に流れているという特徴もあるんですよ。全部同じ方向に回っているもんだと思ってました。宇宙にはいろんな意味で裏切られてばっかりだな。だからこそ宇宙は面白いのですよ。では次は木星の見た目を作っているもう一つの特徴について見てみましょう。木星の見た目で特に目立つのはこの赤い色をした大きな模様です。これずっと気になってました。なんだか木目のように見えますよね。木星が木のボールみたいに見えるのはこの模様のせいでもありますね。この模様は大きな赤い斑点のように見えることから大赤斑と呼ばれています。大赤斑。不合格です。さようなら。しばらくお待ちください。大赤斑の中はどうでしたか？とってもクレイジーでした。実はこの大赤斑って超巨大なガスの渦なんです。そうでしょうね。体がバラバラになるかと思いましたよ。大きさには変化がありますが、横の長さが2万から5万 km くらいで、上下の幅は1万から2万 km くらいになります。改めて聞くとめちゃくちゃでかい。地球の大きさが約1万3000 km くらいなので、この大赤斑は地球がすっぽり入ってしまうような大きさと言えます。めっちゃでかいし、見た目が目みたいだし、恐怖すら感じてきました。ちなみにどうやってこの大赤斑はできているのでしょう？有力な説としては、木星の内側からガスが持ち上がってきて、それが木星の速い回転の力を受けることで渦を巻いているというものだそうですよ。実際この大赤斑の部分は周りよりも少しふっくら盛り上がっているそうです。ほう、これまでの研究でそんなことまで分かっているんですね。あくまで観測結果に基づいた予想になります。大赤斑についてはまだまだ不明なことも多いんですよ。いつからあるのか、実際にどうやってできているのか、なぜ赤色をしているのか、今でも大赤斑のメカニズムについては研究が進められている段階です。いつできたかすら分かっていないんですか？少なくとも最初に観測された1600年代から大赤斑はずっと消えずに存在し続けているようですが、300年以上も消えずに残っているのはすごいですね。じゃあこれからも大赤斑はずっと残り続けるのかもしれませんね。確かにその可能性もありますが、昔に比べてこの大赤斑はだんだんと小さくなってきているんだそうです。この先数十年後には消えてなくなってしまうとも言われているようですね。消えたら消えたでなんか寂しい気もするな。消える前に大赤斑のできるメカニズムを解明しなきゃですね。まあ消えるのはあくまで予想の一つですからね。また大きくなっていったりすることもあるかもしれません。今後も木星の動向には注目していきましょう。最後に木星のちょっと面白いお話をご紹介しましょう。太陽系の惑星の一つである木星ですが、実は太陽とそっくりさんだというのはご存知ですか？そうなんですか？見た目からは全然似ているようには感じませんけど。そっくりなのは星を作っているものの種類なんです。木星は主に水素とヘリウムというものからできているんですが、実は太陽もほぼ同じものからできているんですよ。じゃあ木星と太陽は双子みたいなものってことですか？そのようなイメージです。でも太陽は眩しいくらい光っているのに木星は光ってないですよね。そこが木星と太陽の大きな違いですよね。順番に考えていきましょうか。まずなぜ太陽は光っているんでしょうか？確か星の中で光や熱を生み出す反応が起こっているからだったような。大正解です。よく覚えていますね。太陽の中では核融合という反応が起こることによってたくさんの熱や光が生まれています。一方木星は光っていないことからこの反応があまり起きていないと予想できますよね。この違いはどこにあるんだろう？ヒントは最初の方でもお見せしたこの図です。
この中にもパッと見てわかる木星と太陽の大きな違いが示されているのですが、なんだかわかりますか？木星と太陽の違いは、わかった、大きさだ。大正解です。木星と太陽ではそもそも星の大きさ、言い換えると持っているガスの量が全然違うということですね。その違いというのが光ったり光らなかったりの違いにつながるんですか？ええ、その通りです。例えば電車を思い浮かべてみましょう。満員電車は人がたくさんいるのでお互いにぶつかり合ったり暑苦しかったりしますよね。これが太陽です。一方、電車があまり混んでいなければぶつかったり暑苦しさを感じたりすることは少ないです。こちらが木星になります。つまり太陽はガスがぎゅうぎゅうに詰まっているから核融合という反応が起きるけど、木星はあんまりガスがないから反応が起きにくいということですかね。さすがです。理解が早いですね。核融合という反応が起きるためには圧力、つまりは物がぎゅうぎゅうに押し合う力と高い温度が必要になります。木星は太陽と違って核融合を起こせるほどの圧力や温度が足りなかったということですね。ちなみに木星はあと80倍ほど重ければ第2の太陽になっていた可能性もあったそうですよ。大きさで言えば今の 1.3 倍くらいあればよかったようです。でも、もしそうだったら私たち人間は生まれていなかったかもしれませんね。ええ、地球から液体の水がなくなってしまっていたかもしれません。それに私は今の味のある木星が好きです。木星は太陽になれなかったことで逆に素敵な個性を持つことができたということですね。この素晴らしい世界に感謝です。今回は木星の特徴についてゆるーくお話をしてみましたが、なんとなくは木星の魅力が伝わったでしょうか？木星はちょっきり怖いけどとっても壮大で素敵な星なんだってことがよくわかりました。なんだかジュピターという曲も今まで以上に好きになったような気がします。それは何よりです。今回は木星の最大の特徴である縞模様などについてご紹介をしましたが、木星には他にもオーロラができたり、実は土星のような輪っかがあったりなど魅力的な特徴がいくつもあったりするんですよ。木星のオーロラや輪っかについてもいつかお話を聞いてみたいです。さらに言えば最初の方で紹介した木星の衛星の中には生命がいる可能性が期待されている星もあり、今後も積極的な探査が行われる予定だそうです。まだまだ木星についてはいろんなことが明らかになっていくことでしょう。いろんな星のことを詳しく知るには時間がいくらあっても足りませんね。私もできるだけ分かりやすく情報をご紹介できるよう頑張りますので、これからも一緒に宇宙のことを知っていきましょう。ありがとうございます。それでは今日はこの辺りで。また次の星でお会いしましょう。さようなら。